はい、皆さんこんにちは。いや、今日もね、めちゃくちゃ暑いです。32度です。上にね、山に登ってくると、だいぶね、気温は下がります。4度、5度まで行くかなぐらいはね、下の方よりはね、かなり涼しくなってます。上がってくる最中はね、相当暑かったんですけどもね、今ちょっと山に来て、昼休憩してね、今午後1時前ですんで、だいたいね、気温の方はある程度収まってきた感じがします。32度は多分あるんですけどね、風も吹いてますし、下の方はね、もう自宅の方なんてもうめちゃくちゃ暑くてね、今日山に来るか迷ったぐらいなんですが、やっぱね、来てみると少しはね、涼しいです。はい。で、今日はですね、こちら、新しい発電機の方ですね、当チャンネルのスポンサーであるガイドからですね、ご提供いただきましたので、こちらの方ね、ちょっと使っていきたいと思います。で、前回ね、3800i っていうね、静音タイプのインバーターエンジン発電機、あちらの方ね、青いやつね、レビューしたんですが、今回はね、それよりもさらに強いやつですね。はい。GH4500i ということで、最大出力、4500W ですね。はい、という風になっております。周波数がね、50と 60Hz 切り替えという風になっておりますんで、定格出力的にはね、この 4000W という風になっております。前回のは静音タイプなので、ここまではね、高くなかったんですが、今回はね、静音タイプではないんですけれども、屋外でね、使う際に、4000W いけるということで、4000W ってどのぐらいかというと、ここのね、プレハブに、電柱からね、ブレーカーの方にね、30A です。ということで、こちらの発電機は 40A ですね。4000W なので。ということはね、こちらの方が、この山のね、プレハブに来てる、電柱から来てるね、電力さんの電気よりも強いっていうことになります。ブレーカーが落ちないっていうことですね。なので、通常の 15A のね、コンセントを使う分には問題ないんですが、それよりもね、瞬間的に大きな電気が流れるようなもので、前回ですと、例えば溶接機ですとか、あとね、コンプレッサーとかね、ああいうのは結構、高圧洗浄機とかはね、余裕なんですけれども、これはね、外でそれがね、40A まで対応できるということで、普通の一軒家クラスかな、40A って言うとね、大体通常の一軒家ですとね、大体40A 前後が普通じゃないでしょうかね。までのクラスで対応ができますんで、かなりね、強いものになってます。静音タイプではないのでね、そこら辺ちょっと前回の、静音タイプ発電機と比べてどのような、音の大きさとかね、なのかというのもちょっと一緒に見ていきたいと思いますので、ひとまずね、ちょっとこちら開封していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、開けてみました。今回のが GH4500i ですね。で、前回のね、一回持ってきました。はい、GH の 3800i ということで、定格出力がね、はい、ちょっと見にくいんですが、定格出力 3400W でね、最大が3800という風になります。で、今回のはね、すごいです。はい、定格がね、4000W ですね。4000W。で、最大出力が 4500W ということで、4500i という風になりますんでね。はい。排気量 223cc という風になっております。で、こちらはね、174cc となってます。一回りね、エンジンが小さいタイプです。ただね、今持ってみた感じ、これもちょっと重いんですね。28キロという風になってるんですけれども、結構ね、今持ってくる際にね、重かったです。で、こっちはね、何ぼだったかな。新しい方はね、これ33キロとなってますんで、これ33キロね、あります。はい。でもなんかこっちの方はね、結構軽く思いますね。これ33ないんじゃないかな。約30キロ程度というところでしょうかね。はい。という風になっております。見た感じの大きさはね、こんな感じです。高さはね、ほぼ一緒ですね。はい。で、横幅が若干ね、こちらの方が、大きい気がしますけれども、こちらはね、もちろん静音タイプなので、エンジンが内蔵されてて、外にね、こう、音が漏れにくいようになっております。で、今回のね、GH4500i は、これはね、コスパに優れたタイプですんで、オープン型ね、オープン型。エンジン丸出しなのでちょっと音が大きいですっていうねタイプになりますんで、ただね出力の方もそちらのね、静音タイプに比べれば4500ということでね、かなり大きいものになっております。はい。じゃあこれをね、まずガソリンとエンジンオイル、補充して早速ねエンジンの方ねかけていきたいと思います。
はい、じゃあ今ね、ガソリンとエンジンオイルの方ね、入れました。エンジンオイルはね、毎回同じですけども、0.6 リッターという風になってますんで、0.6 リッター入れてね、このレベルゲージをつけて、適正かどうかね、見てもらえれば大丈夫だと思います。で、今ガソリンの方もね、入れましたので、ちょっと外見の方ね、ちょっと見ていきたいと思います。まず表面はね、至ってシンプルですね。前回のこちら3800回の方はね、ちょっと液晶っていうかね、こう数字が出たりとか、警告灯関連とかね、いろいろあったんですが、今回はね、ちょっとシンプルです。で、ここにね、ヘルツの切り替え、50Hz、60Hz の切り替えとありますんでね、あとリセットボタン、あとこちらがね、AC100V30A ですね、これは。30A のコンセントが使えます。これ最強ですね。まあ、もちろんこっちにもね、同じのがありますんで、30A までいけます。でこっちはね、100V コンセントのこれ 20A 対応かな、だと思います。 20A 対応ね。はい、こちらも同じく入ってますね。はい、一応説明書ではね、確か 18A となってましたからね、こちらはね、20A 対応コンセントですねがついておりますんで、まあね 20A2 つ使って、40A ということで、まあこちらでもね十分耐えれる能力ですね。はい、となりますんで、一応 40A マックス、まあ、定格というふうになりますんでね、これ2つ、20A コンセント使っても落ちないというふうになります。はい、でこちら AC プロテクターとね TC プロテクター、これはね、ブレーカーですね。はい、ブレーカー落ちた場合です。でこちらがね、シガーソケット DC 出力の 12V8.3A ということでね、車の充電したりとか、まあ、バッテリー上がりとかね、そういった時にも使えるかなとは思います。ちょっとやったことないですけどね、12V 出力なんでね、一時的にバッテリーに電気流してあげればそういう風にすることもできると思います。あとこちらはね、LAN と、あとコーションマーク、あとこちらがオイルのチェックランプね、ありますんで、おそらくエンジンかけるとね、こちらランがつくかなと思います。はい、あとこれが主電源、オンとオフですね。はい、これがエコスイッチっていうのはね、回転数をね、その電気の負荷に応じて、上下させてくれるということでね、あまり電気使ってない時は低回転で、電気の負荷が大きい時はね、高回転にするということで、これオフにするとね、常時、高回転のまま回り続けるという風な感じになると思います。で至ってねシンプルですね。はい、使い方もね説明書見ましたけども、そんな詳しくは載ってないですので、通常通りね、エンジンかけて使うだけの、シンプルなタイプになります。でアースを使う時ね、これアース付き端子ですんで、アースを使う時はこのアース端子から、地面の方にね、アース棒を入れて、アースしてくださいという風になってました。なかなかねする人はいないと思うんですが、そういう風にねちょっとアースは取れるという風になっております。前回と違うのはこれです。セルモーターがついてないっていうことですね。これ試しに回してみようか。動くかな。エンジンかかるかな。はい、未だにね一発始動ですね。はい、でこちらはね外見と言いましても、こちらはねあと横にね、ここスターターの方ですね。はい、あとガソリンのコップがついてます。一応ねオンにしておきましょう。はい、今ガソリン入れましたのでオンにしました。これがエアクリーナーですね。汚れた時用のね、清掃するエアクリーナーという風になります。あとキャブレターとね、マフラーこれですね、となって至ってシンプルですね。はい、という風になりますんで、223cc のね、こちらは OHV かな、OHV のストロークエンジンだと思います。空冷タイプですね。はい、でリコイルスターターとなりますので、手で引いてねスタートするタイプです。こちらのねセルモーターとはちょっと違うタイプですね。はい、こんな感じですね。ざっと見た感じ。はい、至ってシンプルです。はい、そしたらね、ちょっとエンジンかけてみましょう。
はい、今ねエンジンかかんなかったのはね、ちょっとチョークをね逆に見てましたね。はい、一応チョークがねここにあります。オンとオフということで、ここにチョークレバーがありますんでね。はい、オンがね普通チョークオンだと思ったんですが、逆でしたね。オンにするとチョークが、開くという風になりますね。はい、これちょっとなんか感覚がね逆でした。はい、この状態にしとけば大丈夫です。はい、結構ね音はそんな大きくないですね、思ったよりね。なんかあんまりそっちと大して変わらないかもしれないです。試しにねちょっとエンジン音をね比べてみたいと思います。そちらのねちょっと高いタイプの、静音タイプと今回のオープンタイプの、静音じゃないタイプ、ちょっと音のね、感じを見てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。やっぱりね、ちょっと比べるとね、こちらの静音タイプの方が、結構ね、静かです。で、こちらはね、うるさいわけじゃないんですが、こっちが静かっていう感じですね。でもこれを使っても、まあ住宅街で使っても、まあ近所迷惑まではならないと思いますね。はい。十分ね使えると思います。音的にですね。はい、もうオープンタイプですんでね、まあ、使い方が限られてくると思いますが、まあ、静音タイプオープンタイプどちらにしろね、そこまで迷惑な音は出ないと思いますので、まあ、キャンプ行く時とかね、外で、あと今回みたいにちょっと地震とかね、ちょっと、雨による災害とかね、まあ、そういったものがありますけれども、そういう際にねこれを一つ、まあ、どっちでもいいんですけどもね、常備しとくと、かなりね役に立つと思います。おすすめはねやっぱ4500、こちらの方金額も安いですし、ちょっと音がでかいですけどもやっぱ4500マックスいけますんで、こちらやっぱ3800ということでね、静音タイプな分ちょっと値段は張るんですが、安い方ねこちらもね結構おすすめできると思います。まあね4500ねぶっちゃけ多分使い切ることできないと思うんですが、まあちゃんとね電気が使えるかだけはねちょっと確認しておきたいと思いますんで、ちょっとね負荷の高いものをね若干回してみたいと思います。はい、で今回準備したのは、前回と同じねヒートガンね、これ 1200W 出力という風になります。でもう1個はねグラインダーを持ってきました。これ 720W ですね。そこまで大きくはないんですが、まあ、試しにねこれ2つしかねコンセントつなげませんので、試しにつないでみたいと思います。ちょっと 20A タイプのねコンセントの電化製品持ってなかったんでね、はい、エアコンとかはねそういうので使うんですが、通常のね、家庭用工具とかそういったものはね大体この 15A の通常のタイプになりますんで、ちょっとこれを2つねつないでみたいと思います。エコスイッチねオンでやってみます。
はい、いかがだったでしょうか。余裕でね、回します。かなりね、力強いね、エンジンの音がね、出てきますね。はい、結構踏ん張ってる感じのね、音が出ます。で、途中からね、エコスイッチオフにしてみたんですが、そうするとね、やっぱり定格、回転数にね、戻るような感じですね。ずっと定格回転数で回る感じです。で、オンにすると、ヒートガンをね、ちょっと今、オンにしたりオフにしたりしましたけども、それでね、回転数が切り替わるという風になります。ちょっと負荷がね、高くなると、エンジン回転数を上げてくれるという風になります。ただね、ちょっとね、初期の電気をたくさん使うようなモーター系とか、例えば高圧洗浄機とかね、そういったやつは、もしかするとね、その回転数に上がるまでに追いつかない可能性もありますんでね、なるべくこう、モーター系ですね、とか、大きい電力のものを使うときはもうねオフにしておいた方がねいいと思います。あまりねこう回転数低い状態で使ってダウンしてもね、めんどくさいですんでね、最初からもうね、高出力で上げてた方がいいかなと思います。はい、一応ね電気関係は一応こんな感じにしておきます。ちゃんとね 20A コンセントが使えますんでね問題ないと思います。次ちょっとねこの 30A も使ってみたいですが、今使う環境がないので、例えば溶接機とかね 30A 対応の溶接機とか持ってますのでね、そういったもので、これでねこちらのプレハブのブレーカーではね落ちてしまうんですが、これでどこまで使えるのかとかね、そういったものも見てみたいなと思いますんで、機会があればねそういったものをやっていきたいと思います。で説明書とかね、全部工具の方もついてきてますんで、この上語とかね、はい、あとこのプラグレンチとか入ったものついてきてます。で説明書もねついてきてるんですが、至ってシンプルです。今ね5分ぐらいでねもう呼び終わりましたんでね、はい、かなりねシンプルな説明書になっておりますんで、こう使い始めの方とかもね初心者の方とかもね、すぐにね使い慣れるかなと思います。はい、ということでね今回は新しいね、GH4500i オープン型のものと、あと前回説明、レビューしました、静音タイプ、GH3800i ね、こちらをちょっと比較してねやってみました。電力不足はねまず感じられません。今のところはね、4500W 使ったわけじゃないんですが、いけるとは思います。まだねちょっと次回機会があったらねそういったものもやってみたいと思います。はい、じゃあ今回はね GH4500i のねご紹介でした。またガイドさんからね新しい機械とかまたご提供いただく機会があると思いますので、その際はね、いろんな商品出しておりますので Amazon のページとかね、見ていただければ結構面白いもの出ておりますんで、前回の向こうでやったね粉砕機とかね、ああいったものもありますんで、よろしければそういった動画も見ていただければと思います。ありがとうございました。